納期は数年待ち、半世紀売れ続けて世界300万台。それ、人気ラーメン店の行列の話。バカチンが、車の話だぜ。しかもただの車じゃない、軽自動車だ。軽が数年待ち、嘘でしょ。その名は鈴木ジムニー、世界一小さな世界王者、4区3部作の最終回だ。前回予告の軽の4区の本命だね。ランクルは信頼で、パジェロは砂漠で世界を取った、ジムニーは小ささで世界を取った車なんだ。小ささが武器になるの、気になる。今日の結論を先に言うぜ、ジムニーは世界でただ一台の、本物の軽4区だ。ただ一台って、言い切ったね。その理由は3つある。最終回も3つ、お願いします。1つ目が軽なのに中身は本物、2つ目が半世紀ぶれない一本道、3つ目が世界中のカルト的人気だ。カルト的って、ちょっと怖いけど面白そう。何せ納期が数年でも、みんな笑顔で待ち続ける車だからな。待つ時間も楽しみのうちってことか。映画版のゆるキャンで、大人になったなでしこの愛車がジムニーだったの、知ってるか？知ってる、緑の可愛いやつだよね。キャンプ好きの相棒の定番ってわけだ。あの人気の理由、今日で全部わかるぜ。楽しみ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ジムニーって、最初から鈴木の車なの？実は違うんだ。始まりはホープ自動車っていう、小さな会社だった。ホープ、聞いたことないな。創業者の小野貞義さんが1967年、世界でも珍しい軽の4駆ホープスター ON 型を作った。小さい会社がそんなすごい発明を。狙いはこうだ、大きな4駆が、入れない日本の細い山道、そこを走れる小さな4駆が絶対に必要とされる、ってな。日本の地形が生んだアイデアなんだね。だが会社に量産する力がなくて、作れたのはほんの十数台、設計を大手に売るしかなかったんだ。せっかくの発明なのに、切ないね。そして最初に話を持ちかけた相手が、なんと前回の主役、三菱だった。パジェロの三菱。そう、だが三菱は断った。ジープもあるし、価値がわからなかったんだろうな。うわぁ、今思えば対応逃したね。そこで手を挙げたのが、鈴木の鈴木治だ。後に鈴木を世界企業に育てる名物社長だな。おお、救世主現る。社内は反対だらけ、こんな車が売れるかって冷たい目で見られながら、鈴木治は押し切って製造権を買った、約1200万円でな。反対を押し切ってまで、目利きがすごい。結果はご存知の通りの大当たり、この決断がなければ、今のジムニーも世界の鈴木もなかったかもしれないぜ。会社の運命を変えた1200万円だったんだね。そして1970年、初代ジムニー LJ10 が生まれた、軽自動車として初めての、本格オフロード4駆だ。軽の4駆の元祖は、ジムニーだったんだ。排気量 359cc、たった25馬力の小さな相棒、だがこの1台が、半世紀の伝説の始まりだった。25馬力、原付きの親戚みたいな数字だね。だが車重600キロの軽さで、悪路では大きな4駆を置き去りにした。象が、入れない道を、ヤギは登れるもんね。うまいこと言うじゃないか、林業に農協、電力会社の山奥の点検まで、道なき道の仕事人として引っ張りだこになった。小さな会社の夢が、ちゃんと花開いたんだね。さて次は、現行ジムニーの中身を数字で見ていくぜ。現行型 JB64 の全長全幅全高は、3395、1475、1725ミリだ。それってどれくらい小さいの？ランクルやパジェロの全長より、1メートル以上も短い、完全に別世界のサイズだ。駐車場で並んだら親子みたいだね。エンジンは R06A 型の直列3気筒ターボ、658cc、最高出力64馬力、最大トルク 9.8 キロだ。初代の25馬力から、随分育ったね。車重は約1030キロ、今の車としては超軽量だ。このサイズと軽さこそ最強の武器なんだぜ。ほほう、それは興味深いね。駆動方式は昔ながらの直結式パートタイム 4WD、普段は2駆で、いざとなったらレバー一発で4駆に切り替えだ。切り替える瞬間、ちょっとワクワクしそう。しかも軽だから維持費も安い、本格4駆なのに財布に優しいときてる。そりゃ行列もできるわけだ。なぜ小ささが武器なのか、それは一つ目の理由、軽なのに中身は本物に繋がるんだ。中身が本物って、どういうこと？
今の車のほとんどは、卵の殻みたいにボディ全体で支えるモノコックって作りだ。ふむふむ、それで。でもジムニーは、はしご型の骨組みにボディを乗せるラダーフレーム構造、ランクルと同じ、本格黒缶の作りなんだ。軽なのに、中身はランクルの親戚なんだ。足回りも前後リジットアクスル、左右のタイヤが一本の軸で繋がってる方式だ。繋がってると、何がいいの？岩場で片輪が持ち上がっても、反対のタイヤが地面に押し付けられる、アクロで絶対に諦めない足なんだ。おしゃれより実践って感じだね。世界中の軽い四駆もどきが消えていく中、この作りを守る軽はジムニーただ一台、だから本物なんだぜ。うわ、それはすごいね。しかも小さくて軽いから、大きな四駆が入れない獣道までスイスイ入っていける。小ささは弱点じゃなくて武器なんだ。豪雪地帯の冬の頼みの綱も、山奥の災害現場に一番乗りするのも、大体小回りの利くジムニーだ。日本の山と雪が育てた本物なんだね。そういうことだ。次はこのこだわりを半世紀守り続けた、二つ目の理由だぜ。半世紀ぶれないって、本当に変わってないの？歴代を順番に見ていこう。1981年の2代目 SJ30 は名作と名高い一台だ。どんなところが名作なの？角張った顔の完成形で、しかも日本の四輪で最後のツーストエンジン車なんだ。ツーストって、あのパーンって甲高い音の。そうそう、バイクみたいな音で山をかけた、今でもファンが多い伝説の城だぜ。音まで含めて愛されてるんだ。ジムニー55の愛称で呼ばれて、今も中古市場で引っ張りだこの人気者だぜ。40年選手がまだ持ててるんだ。その後ターボ付きのフォーストに進化して、1990年からの JA11 は90年代の大定番になった。平成のジムニーだね。ワイルドウィンドみたいな限定車も次々と出て、若者から職人まで虜にした。名前からして風を切ってるね。1998年の3代目 JB23 は、なんと20年間も作られ続けた、この方だけで累計約26万台だ。一つの型で26万台、息が長すぎる。ここで前回のパジェロを思い出してくれ。時代に合わせて変わって、消えていった。三菱はパジェロを失った。だがスズキは、流行に流されずジムニーを守り抜いたんだ。ぶれないことが、生き残る道だったんだね。2018年の現行 JB64 は、あえて初代みたいな四角いデザインに戻して大爆発した。原点回帰が大正解だったんだ。月3000台の販売目標に対して、注文は1万5000台以上殺到。冒頭の納期数年待ちはこうして生まれた。ラーメン店どころの行列じゃなかった。半世紀、小さな本格四駆ただ一本、このブレなさこそジムニーの魂なんだぜ。頑固一手、職人の車だね。さて次は、この人気が日本だけじゃないって話、三つ目の理由、世界中のカルト的人気だ。ジムニーって海外でも売ってるの？もちろんだ、海外ではサムライやシエラ、刀なんて名前でも売られてきた。侍に刀、ちょんまげが似合いそう。小さいのに本物っていう侍魂が世界のファンに刺さってな、半世紀で世界累計300万台を売り上げた。小さな巨人、世界デビュー大成功だね。インドをはじめ、世界のあちこちで現地生産もされてる、地球規模の人気者だ。小さいのにスケールは世界一だ。2023年には南アフリカで、ジムニー796台が一斉に集まってギネス世界記録になった。796台のジムニー大行進、見てみたい。地球の裏側でそれだけのファンが集まる、これがカルト的人気ってことだ。世界中にジムニー仲間がいるんだね。海外の有名車レビュー YouTuber が、ジムニーを試乗した後に即決で買った話もあるぜ。プロを一発で落とすって、本物の証だ。2025年には5ドアのジムニーの窓も出て、こっちも注文が殺到してる。の窓って、遊牧民って意味だっけ？そうだ、どこへでも旅する相棒ってわけだ。5ドアになって、家族でジムニーって夢も叶うようになった。お父さんの趣味と家族サービスが両立だ。半世紀経って、人気はむしろ加速してる。こんな車、世界中探してもジムニーだけだぜ。おじいちゃん世代の車が今も最前線、すごい。さて次は、ジムニーのライバルを探してみよう。ところがこれが大問題でな。大問題って何？ライバルがいないの？そうなんだ、軽の本格黒缶って土俵には、ジムニーしか立ってない。半世紀ずっと一人勝ち。
挑戦者はいたんだぜ。前回の豆知識で話したパジェロミニ、覚えてるか？覚えてる、ちっちゃくて可愛いパジェロ。あれも人気だったが、2012年に消えた。他の KSUV たちも次々と消えていった。どうしてみんな消えちゃったの？はしご型フレームの本格4駆は金がかかる。なのに軽は安く売らなきゃいけない。普通は商売にならないんだ。だからどこも逃げ出したんだ。あえて言えばライバルは、ランクルやジープみたいな大きな本格4駆。でも値段は何分の1だ。庶民の味方の世界王者、最高だね。次は気になるお金の話、投資してんだぜ。ジムニーのリセールは国産車でもトップクラス。数年乗っても値段がほとんど落ちないんだ。新車の行列を避けて中古を買う人も多そう。その通り、だから中古が新車価格を超えることもある異常事態だ。乗って楽しんで、売っても損しないんだ。旧型の JH1 なんかも高値が続いてる。おなじみの25年ルールで、古いジムニーはアメリカでも引っ張りだこだ。小さな侍、海を渡っても大人気だね。さて、お待ちかねの豆知識コーナーだ。まずは世界記録の話だ。四輪車が自分で走って登った世界一高い場所、何メートルだと思う？富士山のてっぺんくらい。標高6688メートル、富士山のほぼ2倍だ。2007年、南米チリの火山で記録された。そんな高さ、空気が薄くて車も苦しいでしょ。その記録を作ったのが、改造したジムニーの海外版侍なんだ。小さな侍が世界のてっぺんに。しかも破ったのは本家ジープが持ってた記録、ギネスにも認められた快挙だぜ。ジープ越え、なんだか伏線の香りがする。ふふ、いい感してるな。そこで二つ目の豆知識、ジムニーって名前の由来だ。実はジープタスミニから来たって説が有名なんだ。ジープのミニサイズで、ジムニー。ここで三部作を思い出してくれ。ランクルは元の名前がトヨタジープだった。パジェロは三菱ジープの子孫。そしてジムニーは名前そのものがジープの子、つまり日本の4駆派三代とも、戦後のジープへの憧れから始まったんだ。三部作の答え合わせだ、鳥肌立った。憧れから始まった日本の4駆が、信頼で、砂漠で、世界記録で、それぞれ本家ジープを超えていった。最高のどやれる話だよ、これ。最後にジムニーの評判をまとめるぜ。良い点は、唯一無二の走破性とデザイン、そして維持費の安さと驚異のリセールだ。悪い点はないの。高速道路は苦手だし、荷物もあまり積めない、乗り心地も今時の車とは別物だ。快適さと引き換えの本物ってことか。後ろの席は狭めだから、二人足す荷物で使うのが定番だな。相棒と荷物を積んで旅に出る車なんだね。だがファンはそこも込みで愛してる、パーツを変えて自分だけの一台に育てる、ジムニー沼って文化まであるんだぜ。沼、ハマったら抜けられないやつだ。不便さごと愛される車なんて、そうはない。これも半世紀ぶれなかったご褒美だな。不便も個性ってことだね。ところでレイム、買うならどっちだ？軽の JB64 か、少し大きいシエラの JB74 か。維持費の安い系の JB64 かな。JB64 派シエラ派、コメント欄でみんなの推しも教えてくれよな。ノマド派と JH1 派の人も待ってるよ。これにて4駆3部作、完結だ。ランクルは信頼で世界を制した。パジェロは砂漠で世界を制した。そしてジムニーは小ささで世界を制した。3台とも、道なき道の世界王者だ。速さの WRC3 部作と合わせて、6つの物語。そうだ、日本車は速さでも強さでも世界一になった。これって誇っていいことだぜ。日本の車って、本当にすごいんだね。この6本の物語は全部繋がってる。再生リストで一気見すると面白さ倍増だぜ。全部見たら、あなたも立派な JDM 博士だよ。小さくても世界一になれる、それを証明した日本車、実はもう1台あるんだ。ジムニーの仲間がいるの？ギネスが認めた、世界で一番売れた2人乗りオープンカー。それって、マツダロードスター。速さで世界一、強さで世界一、次は楽しさで世界一を取った車の物語だぜ。絶対見る、チャンネル登録して待ってるよ。ここまでご視聴ありがとうございます。これからも昔懐かしい車を紹介していきます。また見たいと思ったらコメントやチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ、また次回。またな。